松ぼっくりをかじった残りの芯だ。たくさん落ちてる。このエゾマツはリスの餌場だ。幹に棒を立てかけておくとリスは横着して楽な通り道を選ぶから、ここを通る。この棒に針金で作ったくくり罠を仕掛ける。リスが頭を入れると首が締まる。リス食うのか。俺リス好きなんだけどな。私も好きだ。リスは木の…哦天哪，流口水了。必ず探し出してやる。北海道は広いぞ。囚人だって獣じゃない。山に隠れては生きていけないはずだ。小さな集落だとよそ者は目立つ。论生存还得是なるべく大きな町で人に紛れたいのが真理だと思う。北海道で人口の多い町といえば札幌、函館、旭川、そしてここ小樽だ。好漂亮，OP。哇，这太帅了！哦，好好听哦。Man with a mission。好听，我好喜欢，就是让我们一起到達某處吧。明治末期、港湾都市として発展し、北のウォール街と呼ばれたほどの金融街小樽。北海道一の商業都市であり、近隣にはアイヌの集落も存在していた。なあ、おっちゃんはここの常連？最近ここで妙な入れ墨の客を見たことない？どんなよ？ヤクザモンの和彫りとは違ってこう直線と曲線が交差したようなやつなんだけどさ。見たことないね。それがどうかしたのかい？いや、それなら。兄ちゃん、全是疤痕。変な入れ墨は見たことないが、あんたみたいなすごい体も見たことないな、これ。他真的是身残志堅。兄ちゃんたちが戦ってくれたから、日本は南樺太を取り戻せた。本当にご苦労様でした。こんな入れ墨の客は来なかったか？澡堂倒是个好地方，就是去看有没有纹身。なんでアイヌのガキが店の前でちょろちょろしてやがるんだ？やめなよ、かわいそうじゃない。まだ顔に入れ墨も彫ってねえな。アイヌの女は年頃になると口の周りに墨を入れるらしいが、そんなんじゃ客がつかねえからその前に売り払うか。你可不想招惹他。このクソガキ！おい、俺の親指を見ろ。なんだお前！只需要一个大拇指。この入れ墨に見覚えは？やはり肌を出すところへは安易に寄りつかないか。でも同じことを前に
してきた男がいた。考えることは同じか。入れ墨？いや知らんな。そうか、ありがとう。其实他们这样打听有点大张旗鼓了，会不会也很容易被人盯上了？哦，是部署的。かかった。まずは1匹目。他の囚人はどこにいる？その入れ墨は全員で一つの暗号になっていると聞いたぞ。一緒にいないと意味がねえ。そうさ、俺もそう思ってた。最初はな。なんではぐれた？殺し合いさ。突然何の前都想扒对方的皮吗？になった。俺は訳も分からず逃げ出したのさ。誰も信用できないから一人で潜伏してたんだ。なるほど。囚人の中に気がついた奴がいたわけだ。あ？なんだ知らんのか。その入れ墨は殺して皮を剥ぐことが前提に掘られているんだ。むごい真似しやがる。それで俺たち囚人を一人ずつ狩ろうってか。ウサギでも追っかけてた方が身のためだぞ兄ちゃん。言いたいことはそれだけか。なーに、死んでしまえばひんむかれようが痛みなんてねえさ。真的脏活都他来干。おい杉本、殺さないと約束したはずだぞ。殺すなら私は協力しない。アシリバさん、そこは演技して乗ってくれないと。脅していろいろ聞き出すつもりだったの。哎，西帕好可爱啊！哦，うまいじゃないかアシリバさん。よく書けてる。杉本、これいいの？鉛筆っていうのか。便利だ。互相学习彼此的语言。父も手先が器用でな。だから女にモテた。アイヌの男は好きな女に自分で彫ったマキリを送る。女はその出来栄えで男の生活力を測るんだ。この目のこマキリも父が私に彫ってくれた。その入れ墨を彫った男はどんなやつだ？のっぺらぼうさ。どういう意味だ？顔がないんだ。暗处，狙击手吗？何者だ？やっぱり仲間がいたのか。何やってんだ。撃たれるぞ。煙幕を張る。牽制するからその隙に急げ。26年式研究か。这个声音，離れていては弾も届くまい。生木をくべたな。阿西帕还是很有这经验的。假装只有一个人。溜啊！这还也有点经验。他们都是士兵啊。
他眼睛没有高光哎。やはり兵士か。そして憲章の連隊番号。陸軍最強长官类的吗？北道の大七師団。就是可能上级也对于这些黄金想打听吧。日露戦争では旅順攻略戦など激戦地に送り込まれ大損害を出しつつも勝利に貢献。道民は畏敬の念を込め北鎮部隊と呼ぶ陸軍最強の師団である。囚人もやべえが、こいつらも敵に回すと厄介だ。貴様、どこの所属だ？第一師団にいたが、この間満期で除隊した。そうか。では、203高地あたりで会っていたかもしれんな。どれだけ危険な博打に手を出しているのか分かっておらんようだが、目的は金。天呐，我太喜欢金树的声音了，我对他这个角色都有滤镜了。女のためだ。不可掉以轻心呢。他的眼睛为什么这么搞笑？啊！这么看，山原真的是太强了。これでよかったんだ。不死身の杉本、どういう意味だ？俺が戦争で学んだ死なない方法は一つさ。殺されないことだ。アシリパさん、俺は殺人狂じゃない。でも殺されるくらいなら躊躇せず殺す。弱いやつは食われる。どこの世界もそれは同じだろう。为了生存。こんな状況でも腹。我还等他们吃松鼠呢。当たり前だ。私の狩猟小屋で食事の支度だ。好可爱。罠でリスを食べよう。したたぷにする。したたぷ？刃物で叩いてひき肉にする。怎么突然迷宫饭？まず皮を剥ぐ。リスの毛皮は切れ目を入れれば服を脱がすよ。啊，不用这么详细吧？啊！凝视，这太恶了。懂了，这是个美食番是吧？リパさんの狩猟の知識は誰に教わったんだ？父だ。私には男の兄弟がいないから、父の狩りに連れ回された。他父亲对他那么重要。交代しろ。したたぷは我々が刻むものという意味だ。交代しながら叩くから我々なんだ。したたぷって言いながら叩け。したたぷ、したたぷ、したたぷ、したたぷ。怪可爱了，有一种反差感呢，山原。看着真不错。我卖。ヒンナ。
んな。要是没有那些打打杀杀，还以为这是多健全的一个番。夕方に川岸で見つけました。発見がもう少し遅ければ低体温症で死んでいたでしょう。何者かに山で襲われたのか。どうして尾形上等兵は単独行動をしていたのだ。第二只。お前も他の囚人に殺されかけて逃げてきたのか。囚人は全部で何人いる？他后面写了个3，可能他是第3のっぺら个。ぼうの仲間とはどこで会う手はずだった？罠で喉が潰れたか？そのアイヌはお前さんの飼い犬か？顎砕いて本当に喋られんようにしてやろうか。我很喜欢山原有时候突然黑脸的时候。私は気にしてない。慣れてる。慣れる必要なんかないんだぜ。杉本。見ろ、ウサギがいるぞ。又要吃兔子どこだ？了。見えないぞ。あそこに耳が見えるだろ。先の黒い。ああ、本当だ。でも隠れて狙えんな。手負いにはさせたくない。ウサギが昼間にうろうろしてるのは天気が崩れるから避難するためだ。今日はあいつを捕まえてすぐ小屋にこもろう。男の名は白石義有武。点东西。脱獄王の異名を取る天才脱獄犯である。欧啦。どうだ杉本、取った。後ろ。何？嘘だろ。杉本、深追いするな。天候だ。アシリパさんは小屋に向かってろ。必ず捕まえてくるから。早くウサギ食べたいのに。哇。他们有一群人要来了吗？啊，树都直接冻裂。啊。これはやばい。寒さはやばすぎる。頭が悪そうだ。火だ。すぐに火を起こさないと。さあ。已经合作起来了。生无可恋，这就是我平时的状态。俺の銃はどこだ？あ、あれかな？弾薬庫の弾全部落とした。畜生。諦めねえぞ。絶対生き抜いてやる。俺は不死身の杉本だ。触发连招。真的勇，我感觉河里冻死了。協力するから俺を見逃せ。取引もクソもあるか。二人とも死ぬんだぞ。取引するのか。どうなんだ。分かったから。さっさと川に入って弾を探せ。他嘴里到底有多少东西啊？牢屋の鍵穴を撃って。我请问呢，他这嘴里是个什么哆啦 A 梦百宝箱吗？よし、準備完了。什么相亲相爱？
囚人は全部这么多，24个人。今どれくらい生き残っているのか。のっぺらぼうの仲間のことも本当に知らん。それについて知ってるのは脱獄の指揮をした囚人たちの親玉だ。哦，可能就是刚刚出现的一群人。単なる政治犯のじいさんだと思ってた。おとなしい模範囚でさ。ところがどっこい猫かぶってやがって。他有私心。俺の目の前でトンデン兵から軍刀を奪い、あっという間に3人切り捨てた。後で知ったが、30数年前の函館戦争で戦った敗残兵らしい。旧幕府軍の侍だ。都是群狠人。函館戦争で戦死したと言われてる新選組の鬼の副長、土方歳三。你也是土方吗？心酸。最後に一つ教えてやる。俺たち囚人はのっぺらぼうにこう指示されていた。北海道から脱出するんだな。その入れ墨を狙っているのは他の囚人たちやのっぺらぼうの仲間だけじゃねえ。他们这些有纹身的都很危险。日露戦争帰りの第七師団も追ってるんだ。俺は脱獄王だ。誰に捕まろうが煙のように逃げてやるぜ。あばよ、不死身の杉本。鶴見中尉殿、尾形の意識が回復しました。そうか。では見舞いに行ってや。这太恐怖了吧！他是没皮吗？已经。这一地。这是什么星空吗？哇，这纹身。感觉他的 OPED 都好好听。这下看来还是有挺多不同的势力的加入的。现在真的就是顺着一条条的线索去找了。就这集挺可惜的是，明明已经找到了2个犯人，但是都没有画完那个图。但是我觉得他们肯定还是会再遇到的吧。就让我稍微有些意想不到的是，就是里面居然还有美食番的特性，而且它的制作过程也挺细节的呢。我真的好喜欢就是这种探险故事中的，就是公路片中的日常吧。而且我很喜欢就是山原他在那做饭的时候的反差，就是2个人在这种时刻下都变得松弛很多。就是他对于这种狩猎还有生存技能的这种细致的描绘，更加去了解就是他们这个部落的文化信仰嘛。我觉得这些生活方式的元素加入，就让整个故事更加丰富起来。这一集特别有意思，就是看到山原他就明明是对活下去有这么强烈的执念，不惜就是杀人，目睹了战争的残酷，经历了很多生死离别。就是他的这个活下去，我感觉已经不仅仅停留在生存本能了，更像是他的一种倔强。在这种极端的环境下，杀戮就是他的选择，只要有人威胁他的生命，他就会不择手段。现在他的这个执念还多少包含了，就是一个是对于他发小的承诺，一个是对于阿西里帕的承诺。但是就是即使在这样的情况下，他其实是不愿意去杀生的，他其实不是很想去伤害那些小动物。
所以就让我觉得他其实就是本质上山原他是不愿意伤人或者说是伤害无辜的生命的，他们其实这些小动物是纯粹且无害的，所以呢就山原不忍对他们下手。我其实觉得他这个时候展现出来的怜悯是他就是一种人性的底线吧，就是类似于是在这个弱肉强食充满杀戮的世界里留有了一丝纯真的人性的坚守。我觉得他在跟阿西利帕的这个生活中也不断的去接纳学习他的文化，潜移默化的可能也会让他对生命更加的尊重吧。就除了他这个铁汉柔情的一面，我也特别喜欢就是他突然有时候会在面对就是可能会威胁到他和阿西利帕的人面前，就是切换成他的黑脸模式，真的还是很帅气的。不得不说，不知道大家对于刀疤脸是怎么看，我反正是特别喜欢，就是刀疤脸的角色在我这里有天然的加分，就是像我很喜欢《鬼灭之刃》里的风柱一样。这些真的是更加能看出来，就是阿西利帕他对于父亲在他之前的这个人生中占据了多么重要的地位吧。他很多的就是生存理念、方式、方法都是通过他父亲来学会的吧。而且就算他的父亲已经逝去了，但是他父亲在他心中还是不断的在推进着阿西利帕今后的成长，就是我觉得多少是能看出来阿西利帕对他父亲的一种依赖的，所以我就更加的期待接下来就是他可能更多独立的成长，也想更多的知道他跟他父亲的一些故事吧。那这期视频要结束了，我们下期再见了，拜拜。